にちは。今回はグノーシア第3話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。この戦いのゴールって何なんだよ。ただ勝つだけじゃクリアにはならないのか。何があかんかったんや。有利に何をしてほしいんや。人間サイドに誰も被害者出さないでグノーシア見つけないとダメとか。まだ未登場キャラ半分くらい残っているのか。役職を一度にたくさん出さずに占いだけ出すのもチュートリアルとしてはかなり理想的だよな。有利の論理的思考に成長を感じたわね。グノーシアが女じゃないから勝てた説草。必ず初日離脱するラキオ不憫。このアニメ役職持ちを出すタイミングかなりうまいよな。最初の2ゲーム分は少人数で最小限のルールを示して、次は人数を増やしてゲームとしての面白さを示し、ここで役職も投入するの。情報の出し方がうますぎる。グノーシア発見のクリア条件じゃないなんてどんだけクソゲーなんだよ。勝利がループ脱出条件とは誰も言ってないんやな。せめて勝利のおっぱいパラダイスを堪能するくらいの猶予をくれよるっと。ハーレムエンドなんてさせねえよってか。来週が気になる引きで締めるな。面白い。話の構成うまいな。これは引き込まれる。今までチュートリアル、これからもチュートリアル。今回のはグノーシアや人狼の説明がすごい丁寧で感心してしまった。有利の旦那今日はかっこよかったぜ。投票先の推理は見事でした。有利度のロジックも育ってきてるな。こんな序盤から人間だと家と直感パワープレイとか脳筋すぎる有利キュン。おっぱいがグノーシアじゃなければこんなもんっすよ。有利の戦績が本当に女には負けて男には勝ってるなのが面白すぎる。だっておっぱいには負けちゃうものだから。ラーメン食べるときに髪かき上げたり、鉛筆使うときに前髪くくったり。おっぱい成人のくせに可愛いじゃん有利。おっぱい成人であることと可愛いことは両立する。有利はオリジナルなのによく馴染んでるよな。アニメ見てゲームやったら有利いないやんってなりそう。このゲームをどうアニメ化するんだ思ったが、うまくやるもんだな。グノーシアだと分かっていても誘導できない。仲良い感じに人狼体験してるな。有利くんうまくアニメで描写してるな。重道がこんな顔するところ見たかった。重道いきなりイケボになるのずるいわ。ここぞという場面でイケメンボイス使う重道に騙されるとこだったぜ。ルール的には嘘ついたら 100% グノーシアでいいのかとは限らない。原作知ってても面白いわ。ラキオの使い方を心得てる。ラキオの使い分かってても笑うわ。じゃあ来週もラキオから釣るね。まあでも初日釣るならラキオだよなっていう納得感はすごい。ラキオを釣るのが市場ベルみたいになっとる。あれみなすました顔の裏でうっせえなこいつって思いながら投票したのかな。毎回開幕でコール完全にネタキャラしてるラキオだけど、いつかの回でラキオさんって言いたくなるような活躍を俺は待ってるから。そういやジナが嘘気づいたのは意外だったな。ゲーム序盤だと直感低いのに、その当たり抜きにしてアニメだと最初から直感高いキャラとして描くんかね。ゲームで直感位置でも嘘見抜くときあるから正直。やっぱボイスつくとキャラがさらに立つから、フルボイス版でリメイク来ないかな。想像以上に声と武器のついたステラが良くてな。やっぱフルボイス版だそう。もう一回買うわ。初日ラキオの初動で判断するのと有利の嘘発見、ジナ限定である程度勝ち筋は見えてきた。頭が切れて発言することはリスクを伴うサイレントマジョリティが生存の正解のストーリーなのが皮肉ですな。ラキオさんって喋らない方が生き残るんじゃないかな。あくまでゲーム原作だというのを忘れるとして現状ループしてる有利くんのみを狙い撃ちしているような親切、皮肉な設定に裏がありそうというのが今回判明した感じ。まだまだ有利くんを楽にさせないようだ。可愛いもんね。ラキオが釣られてフルであの名がゼリフ言ってくれたので手叩いてゲラゲラ笑ったし、 SQ ちゃんの無慈悲に押し込むの最高だった。重道はジナに何をやらせてるんですか。アニメ版ジナ
どんどん知らん要素が増えていく。割と頼まれると断れないタイプだったんですか？重道の声めちゃくちゃ自由自在すぎておもろいし、意味もなくコールドスリープされるのがゲームに忠実すぎる。さすが、話の流れで1ミリも疑惑かけられてなかったのに。とりあえずは館内室っとくか、で3秒4票くらい入る男だ。なるほど、役職追加していくことで議論に変化が出てくるのね。面白いな。それにしても人間側が勝っても終わりじゃないとは。全員揃ってから勝たないといけないとか。2体いると分かっているなら2名指名しなくてはいけないのでは。いや、1名でも選ぶの難しいけど、そして生き残ってもループするんだ。最終勝利条件が分からなくなったぞ。まだ全キャラ出てきてないから。ステラ推しなので非常に満足できるエピソードだった。さりげなく重道、ステラの恋心がきちんと描写されてるのも良いな。重道がイケメンになったり感情豊かなのほんといいキャラしてるよね。心情的に釣りにくいんだよな。それはそれとして投票はする。コメディ部分も出てきて大いに笑ったし、議論に勝つ展開も分かりやすくてすっきりしたし、ループ条件が人間勝利じゃないのをここで出してきたのも良いタイミング。情報の出し方がうまいな。対抗は多弁だからヘイト買いやすいので黙っとこうとか、票を洗って対抗とラインがあるやつ占っとくかとか、死体の位置から黒が黒である根拠を伝えるとか、ユーリさんの能力地球に上がってて感動した。登場人物が増え、さらに役割まで増えて、ループごとに変動する状況をフラットに俯瞰しつつ、過去の人間性を加味する複雑さ。推理段階で初めて提示される要素があるので、第三者として眺めるのが正解か。人狼に似たアバロンというゲームやり込んだことあるので、このアニメも楽しんでる。これに凝ったキャラデザインね。嘘の答えで画像がブレる演出はチートすぎるので制限かかるのか。ラキは毎回投票されるが、実際の人狼でそうすると積むので、そのあたりから攻略の入り口探っていきそうだね。面白いんだけどますます難易度が跳ね上がる人狼。あとキャラがこれからもたくさん出てきそうなので覚えきれるかちょっと不安。まあ個性が際立ってるキャラばかりのでなんとかなるか。これがもし日本が舞台の人狼だったら登場人物が覚えきれなくて積む。私が面白すぎる。人狼を知らない人でもシステムだけでなく、思考法や戦術までわかるように丁寧に誘導されてる。2対2で敗北した時にもう一人の人間が襲われてる描写も細かいけど嬉しい。今のところ完璧。新たな展開への気持ちよさ。有利が勝ってからループしてしまう演出に、喜ぶこともままならないスピードでループしてしまうんだなと恐ろしくなりました。終わらないループとユリコの登場も重なって4話はさらに面白くなりそう。それも分かって終われるって思うよね。でも違うんだよ。節は多分 N 回目でそれを分かってたから複雑な表情になったんだろう。どっかで節と通じてループ脱出の手がかりを探しに行くフェーズに移行するとは思うんだけど、そろそろかな。楽しみ。初勝利来たと思ったらまさかのまたループ。何度繰り返しても信じたいけれど、信じるたびに壊れていく。信じることの怖さと誰かを思う温かさ、その狭間でもがく姿が切ない。生き残るイコール真実とは限らない現実がリアルに胸に刺さる。そして新キャラ登場、本当の始まりへ。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。